こんちは。お守りとゴール武器の探索、パート8、始めてまいります。さてと、今日もお守り掘りから始めていきますが、また少し周回方法を変えていきますよ。今回はナンナーを使っていこうと思うよ。きっかけは2つある。まずは前回、しゃがる戦で久々に使ったヘビーがおもろくて、ちょっとだけ熱が高まったのがあるね。G 級シャガルを面白く回れる武器って貴重ですからね、もうちょい担ぎたいなと。で、とりあえず仮組みしてるのがこんな感じ。反動1がついてますが、後々いらないと判明します。これは貫通2のしゃがみを想定したものだね。武器一覧を見てて、だいたい反動中だったから。で、最初に目をつけたのがこのネロディアーカ。ディアブロスの武器だな。ディア砲といえばしゃがみヘビーの代表格なイメージ。主にダブルクロスのブレイブのせいですけど。パワーバレル付きカーディアーカで攻撃力は561。しゃがむためリミカイはなしですね。数字は立派だが、やっぱ会心がきついな。このせいで期待値はグラビ砲に負けてるよ。しかし、こっちは最終の前段階を生産できるのが魅力だ。ディア素材は余ってたし。ディアクエを140まで育てましたからね。角もたくさんあります。さて、じゃあ試しにやってみましょうか。極限強化をしてませんが、これは単純に舐めてるからです。正直すぐ壊せんだろとか思ってた。ろくに調べずに手を出したからね。繰り距離の関係で罠ではなく先行スタートだ。とりあえずでぶん投げるよ。初回だから仕方ないんですが最悪の初動ですね。なんかしゃがみ動作ももたついてるし。何より開幕の方向を食らっちゃいました。先行が早すぎましたね。警戒状態に当てちゃってキャンセルできなかったね。敵対を確定させてからにしないと。とりあえず正面に立って撃ち始めてみる。ちょっと距離が近すぎるな。ヘビーのしゃがみなんて本当に久々に使いましたね。4G だとリアルに10年ぶりくらいじゃないでしょうか。当時は通常クエでよくグラビ砲を担いでました。4時代から強かったですね。4K って立ちもしゃがみも強い武器多かったからね。ヘビー使いは楽しい環境だったんじゃないか。操作がぎこちなさすぎる。立ち状態の簡易照準の動きしてるわ。プレイ時はここで壊せないことに驚いていました。ワンマガの途中で終わるものとばかり。それもそのはず、腹は玉肉質が渋くて、効率自体よろしくないんですよね。てっきり50くらい通るもんだと思ってたわ。剣士ではかなり柔らかかったからな。で、しゃがみ2回目の途中でようやく破壊完了。だいぶ反省の残る初回だったね。まず、最初の先行を投げるタイミングの改善ですね。打ち始めの立ち位置の調整が必要。そもそも武器チョイスは多分変えた方がいいんですが、それはやりながら見ていきましょう。本来の目的はお守り掘ることだからね。回しながら改善していこうぜ。普段通りの作業でも方法を変えるといい刺激になるね。何も考えずやってると飽きるからな。そういえばこの方法を試したきっかけ、2つ目を言ってませんでしたね。そちらはズバリ視聴者さんのコメントでした。と言っても、ディア周回用のものではないですが。もう一つ周回クエとして有名な大ローデンのゲネルアシュ。こっちをヘビーで攻略する方法だったね。周回関係のコメントはいくつかメモってて、それをディア用にも使ってみようって思ったのさ。具体的かつ端的にコメントいただけるの非常に助かります。このシリーズではよくもらってますが。我々自身の作業効率アップはもちろん、動画を通じて他の視聴者さんにも伝えられますしね。ガブラス以外やってない人も多いだろうしね。事実我々がそうだったし。サブトギを覚えると時間効率の良さにびっくりする。装備を揃える価値はあると思うよ。一度覚えちゃえばずっと使えますしね。作業は長時間になるの確定してるし。さあ、というわけで問題のディア君行きましょう。しっかり待ってから先行を当てます。方向を止めてすかさず距離を取る。本当はやや斜め前から打ちたいが。真正面に来ちゃいましたね。頭や首に座れるのでもったいないです。いまいちどこに当たってるかわかりません。ちゃんと腹通ってるでしょうか。背中は肉質20とさらに渋いからね。なるべく下目に狙うのがコツかも。おお、なんとかワンマガで破壊完了したぞ。止め方と立ち位置次第だったな。極限強化すればもうちょい早く終わりそうですが、なんか思ったよりギリギリでしたね。これだとディアの機嫌次第で打ち漏らしそう。安定してるとは言えません。2分台だからガブラスよりは早いけど、双剣から変えた意味はないね。じゃあ極限強化してと、レア級だからコストは安めだ。ギルクエ勢は極流力が不足しがち、あると思います。錬金すりゃいいんですが、ラージャンは9割が大になりますね。固流メインだとそもそもたまらんしな。あんまり使う機会もないが。しかしこの武器、めっちゃマイナス会心レンガー。痛恨会心が欲しいぜ。裏会心モラクが恋しくなってきました。ダブルクロスでもやりましょうかしら。で、今度は18発で破壊が完了。1割ほど必要な弾が減りました。極限攻撃でもギリギリだな。適当にチョイスした武器ではあるけど。
こりゃあ他にも武器試さないとダメだな。いいのが見つかるといいな。ですね。鑑定結果を適当に見つつ、最終境界一覧から見繕っておきましょう。カーディアーカでのワンマガ成功率は6から7割くらい。どうも安定しません。一番失敗するパターンが先行後にそっぽ向かれることだ。貫通は横向いてるモンスターに弱い。何か補助スキルが欲しいですね。反動をなんとかできないか。何やら手が止まってますが、氷攻撃6雷耐性14スロ2。ラーやジンオウガに強そうな顔してたな。雷を使うモンスは氷弱点が多い。まあ、全く使う余地ないけどね。この2頭は耐性がどうとかいう問題じゃないし。で、ディア砲に限界を感じ、新たな武器を試すことに、目をつけた武器が、こちら、ガウークオバルデです。今話に出てたジンオウガの武器。確かオーガヘビーって4でバイクから変わったよな。貫通1のしゃがみができるようになった。コーバルデもダブルクロスで活躍してた印象が強いな。我々もこれでブラキ炭鉱をやってた。レベル2の残列でブレイブ回収できるんですよね。見た目もかっこよくて好きです。で、反動1の代わりに高耳を採用。これで一丁やってみますか。腹だけ狙うなら貫通1の効率はいいはず。火力は心配だが果たして。まずはしびれ罠パターンを試してみる。繰り距離考慮で貫通2では使えんかったが。これを見越しての高耳採用です。ものは試しってことで。なんかもうすでに微妙な空気が漂ってますね。抜刀が遅すぎて罠との相性が絶望的。やっぱしゃがみはサポートしてもらってなんぼか。自分で仕掛けるのじゃいまいちだな。っていうか、しゃがみの照準が毎回元に戻るんだけど、これって仕様だったっけ？打ち始めるまでにかなりもたつきますね。いちいち銃口を戻さないといけません。結局、初動の遅れもあり通まためで破壊完了。火力も足りてません。正面向かれた時のロスやばいな。ヒット数少ないから腹に全然当たんねえ。極限強化したり後ろから狙ったりも試したけど、貫通2と何にも変わってねえな。まず罠作戦が意味ありませんでしたね。先行投げのがはるかに簡単で安定します。その後、何回かオウガ砲で試しましたが、最後まで思うような成果は得られませんでした。いい手思いついたと思ったんだがな。やっぱりにわかヘビー使いじゃ限界があるか。一応、ディアの行動次第ではいいタイムも出たんだけど、行動次第になってちゃダメなんだよな。寝ぼけてても成功するようじゃないと意味ないですからね。何か他に武器はないものか。そういえば、視聴者さんはコントンヘビーを使われてましたね。あれは貫通3だから結局反動が。あれ、ちょっと待てよ。貫通3の反動って確か。やべ、ちょっと勘違いしてたかも。一回作って持って行ってみよう。でも高耳装備のままですよ。反動やや少女貫通2までしか。あれ、反動がない、だと。うわ、貫通3のしゃがみってやや小で反動最小じゃん。貫通2よりでかいと思い込んでたわ。これのせいでずっとやや小の貫通20を探してたんだが、低倍率の7武器しかなかったんよな。地味にコントンヘビーって貴重な武器だったんですね。倍率まあまあ高いし。スロット2が相手高耳も反動も外せば、破壊王がつけられそうですよ。じゃあもうヘビーの周回この武器一択やん。さすがに破壊王あれば安定しそう。適当に試しただけで貫通1、2と変わらない感じだった。次回の周回はこれでやってみよう。いや、まさか一番最初に答えが出ていたとは。そりゃゲネル周回も条件一緒ですもんね。ということで、希望を持ったところで今回はラストターン。試行錯誤の様子をたっぷりお届けしました。この後、自爆マラソンも新しいやり方で撮ったんだけど、時間的にそれは次回かな。成果はなかったが、やはり新しい周回方法はいいな。新鮮味があって楽しめたわ。これはいい傾向ですね。では、続いて狩猟パート参りましょうか。よし、今週の狩りの時間だぜ。今回は片手剣をピックアップだ。片手、それなりに発掘揃ってるんですよね。もろもろあってあんま使ってませんけど。その中で今回担ぐ武器はこちら。純倍率の氷ギルタナスくんです。スムラスロさんを持つかなり高性能な武器だ。まさに純ゴールといった様相。青発光ってことで見た目もかなりいいね。氷属性と合ってる。正直、これで双剣だったら言うことなしだったんですが、それは言わない約束ですね。片手はどうしても火力が厳しくなりますから、攻撃属性は必ず欲しいところです。スキルも火力もり目でいくよ。ギルクエやるなら挑戦弱徳は必須だ。片手はボーナスも防御力だし、少しでも補強しないとね。で、やっていきますのはバサーラーです。バサルアッシュは氷が特に行きやすい相手。体勢的にもリーチタン組に優しいです。この子で行きましょう。片手は隙が大きい大技がないから、高耳もなしだ。バサーの大方向は静止状態からのものだけだしな。怒り以降の方向は耳栓で防げるんですよね。珍しい仕様です。それじゃあ先、ラーからやっていきましょう。石は合体にしております。
片手で極限やる際は、とにかく手数を意識だ。小さい隙に1、2発差し込めるのが強み。というか、そうでもしないと火力が全く足りない。大技の隙を狙うだけではダメだね。片手といえば生存力が強みですけど、あいにくと極限の使用がそれを許してくれませんね。石の時間制限もあって長引くと散り品になるので、防御を捨てて殴らざるを得ません。さらに片手は、とにかくリーチ不足に悩まされる。突進切りで距離を詰めたいところだが、突進切りは攻撃が出るまで長いのがネックだ。差し込み技としては、双剣の突進連山のがはるかに優秀。とっさに攻撃できないのがネックですよね。突進切りって硬直も意外に長いし。ということで切り上げを常に狙うため、超インファイトを強いられます。リーチゆえにラーの腹に当てやすいのはギリギリいい点か。それでも硬化してると苦しいけど。今回は真剣一体があるから多少の弾かれは構わん。とにかく早期解除を狙っていくぞ。極限状態だと属性通りませんしね。手数が多い片手の魅力も半減です。OK、とりあえず最初の解除は成功ですね。ゴム撃1個でなんとか間に合いました。だいぶ危なかったな。結構効果部位に吸われちゃってたからな。解除してからもやることは変わらない。とにかく手数を出してダメージ重視でいくぞ。片手のコンボを真面目に勉強したことはないので、フィーリングで技を選んでますね。切り上げ、切り下ろし、横切りが非常に素早いので、これを繰り出すことを意識してます。多分水平切りまで行って折り返すといい感じ。モーション値が21と高めだ。切り上げから水平まで当てて、モーション値は62。切れ味補正を入れて65相当か。双剣と比較するとやっぱり厳しいですね。2コンボくらいは常に入れないと追いつけません。おお、なんかとっさにガードしましたが、ボディープレスってダメージなしでいけるんですね。これガードでしのげるのは結構いいことかもね。張り付いてて一番怖いのがこの攻撃だ。今回、我々が好きな回避性能を入れる余裕なかったから、これはありがたいな。とはいえ一避けした方がいいですけどね。ガードは最後の手段と考えましょう。狙う部位は他の近接と同様にひたすら足です。ちゃんと狙えればダウンはそう遠くないです。氷350が効いてる気がする。中央しか通らないけど、ないよりはマシだろう。生産の氷属性武器といえば片手のイメージあるな。フロストエッジとかエストレモとかね。4だとダオラ片手はかなり強かったですね。生産では相当優秀だったと思います。4G になってダオラ片手の地位が落ちたのが残念です。紫20はさすがに短いですって。エストレモは白40が強みだったからね。数字はいいんだから、紫40だったら輝けたのに。一方のフロストエッジはまさかのリストラだったが、発掘にいてくれたのは良かったね。フロストエッジは発掘片手屈指のイケメン枠と思ってます。元の色が強いのに空張り入るのがすごい。ここで最強来ましたか。まあ、2回目までは特に変わり映えしないでしょう。我々、片手はたまに持つ程度なんだよね。ある程度やれる武器種だって認識はあるんだけどさ。その理由がなんとなく詰まってる映像っていうか、あんまり面白みないんだよな正直。視聴者さんに片手好きな方いるので忍びないんですが、なんか派手さがないんですよね。体験やチャークみたいな重い一撃はまだしも、双中根、双剣の連撃の気持ちよさもありません。とにかく地味っていうか地道なんだよな片手剣って、堅実な良さとも言えるんだが。最近の片手はかなりアグレッシブになった印象だが、この頃のは隙を見て切るだけだし。この時代は盾もまだ強くありませんしね。この後片手盾と呼ばれることになるとは。小さな隙に丁寧に一発ずつ。これが片手の戦い方です。弱い武器種では決してないんだけどね。むしろ 4G 環境で通用してるだけ偉い。ただ、やっぱり近接の上位4武器種が強すぎて、そことの差は感じるかな。極限対策できる新薬でも登場してれば、話は変わってたかもしれませんね。アイテムとしての人薬も懐かしい要素だな。サンブレには中撃だけあったんだっけ。地味だけど極限に中撃役立ちそう。単純に点灯回数増えるし。なんか片手って武器以外の独自要素多いですよね。アイテム仕様とか切れ味補正とか。近年は武器そのものに手が加わってる印象ですが、この辺の時代は環境に左右されてましたね。どんどん派手になってるよね。最近の方が好みだわ。お邪魔します。うおー、びっくりした。いきなり入ってくんなよ。これはラージャンの寄せが足りませんね。わざわざ移動位置の近くに来ていました。せっかく解除中なのに邪魔されちゃたまりませんよ。さっさと退場願いましょう。くそ、合流しづらいのがバサラーのいいとこなのに、時間的にそのまま恐竜化しそうだな。勝手に合流してきて思い出したかのように恐竜化。シュールですがやられたらたまったもんじゃないですね。とりあえず肥やしておいたので、分断はしてくれるでしょう。その後すぐにラーが移動して休眠したよ。なんだかんだ10分以上かかっちまうな。結構前のめりに攻撃してたつもりなんですがね、やはり根本的な火力は覆せないか。
気を取り直してバサル戦参ります。今回は火薬術付き爆弾作戦でいきますよ。話もボマーもないけど、まあダルジー10個も当てりゃそれなりになるだろう。2トークへのバサー体力は6200ほど、相対的に固定ダメージが有効だ。原始と並んでワースト3ですね。合流の仕様もあって空おすすめのモンスです。ま、報酬があれなんで極限を添えるのが必須ですが、割と気軽に通えるクエではあります。対バサルは、とにかく腹をさっさと壊すことだね。爆弾はこれにも役立つぞ。破壊前でも氷は20通ってくれる。片手なら壊しやすいはずさ。本当は氷装券があれば先行中に乱舞し放題ですが、ないものを言っても仕方ないですね。実際のところ、特別相性が良いとは感じません。先行なしだと面倒な相手なのは変わらないので。張り付かないといけないからリスクあるしね。尻尾回転、プレスとかは恐ろしいコンボだ。とにかく腹破壊と恐竜化解除を目指し殴るのみ、片手もここくらいしか輝けないぞ。ギルクエマルチの片手はマイナーでしたね。我々もたまに担いだりしてたんですが。この武器担いだらすぐキックされましたね。懐かしい思い出です。麻痺ありませんかってチャット打たれたよね。返事打ってる最中に蹴られたけど。それ以降は最高倍率の麻痺しか担いでないや。トラウマってほどじゃないが印象深いぜ。まあ、効率考えたら当たり前ですからね。好きなの担がせろってのはこっちのわがままですし。片手って結構怪しいポジションだったんですが、それを我々の中で決定づけるような出来事でした。状態以上でも双剣がいるしな。普通に苦しい時代だったよね。さあ、バサルの腹がようやく壊れたぞ。思ったより時間かかったな。言うても破壊前は硬いですからね。ここからまともにダメージが通るようになります。ちなみに、フィーカリジでも先行で止めた方がいいです。この3連ガスがかなりめんどいので。この攻撃マジで嫌いだわ。時間稼ぎするためだけの出しとく行動じゃん。これ以外にも突進関連もプレスも全部面倒。結局、死ぬまで先行漬けにするしかないのよね。さっさと終わることで選んでますからね。それで手間取ってたら意味がありません。バサル動画で困るのが絵面の変わらなさです。先行使うとマジで一生同じ映像。この爆弾ポイントが唯一面白い場面かもしれんな。実際やってても楽しいけど。ギルクエソロで爆弾ってまず使わないから、バサル戦でありったけ使っていこう。この作戦はソロで回る上で試行錯誤してたどり着きました。体験を前提にしてますが。体験だとなかなか腹破壊が遅くて、どうしたもんかと頭をひねりましたね。壊しちゃえば先行中にためが入るんだけどね。それまではマジで相性が悪かった。調合素材でポーチがパンパンだが、それでも持ち込んだ方がいいね。火薬術でど根性ないのが心配ですが、まあそれはしゃあないですね。先行と爆弾が尽きる頃にはバサルが終わります。下るとそれ以降悲惨ですが。片手の火力で追いつけるかが地味に心配だぜ。氷属性発掘を信じよう。さて、これで爆弾が調合セット最後かな。20分超えてしまっているが。ま、ラーがそもそも遅かったので、バサル自体は9大点だと思いますよ。おそらく体力はもう無理のはずです。数発こつけば終わってくれると思いたいが。おお、ちゃんと終わったね。氷ギルタナス、やるやん。では宝が出てたので、すかさず戻って掘っていくぞ。見た目はジークムントだからな。だから一青さんなので、自爆マラソンにも向いてます。控えめに言って神。そして今回はしっかり武器も出てきました。素晴らしい。これはもしや、片手の神がゴールしろと言ってるのでは、期待が高まるぞ。ということで運命の鑑定タイムだ。タチだがレア銃があるぞ。地味にレア級体験もありますが、これも見る価値ありますよ。今、お守りで少し手が止まってましたね。総点数6の攻撃12。カーマ用、なのかな。使えそうで使えなさそう。ね、体験もタチもあかんかったか。なんだよ、片手の神も口ほどにもねえな。これはパチ当たり界隈。そもそも信じれるほど片手担いでないでしょ。ということで、ここらでパート8締めていきます。妙に長くなっちゃいましたね。リアクエで色々試したのが楽しくてね。ついつい編集も今日が乗ってしまったぜ。次回は混沌ヘビーの装備を整えてくる。ヘビー周回の正解を見せられるといいな。今回入れられなかった自爆マラソンもお届けします。こちらもやり方変えてるのでお楽しみに。ほいじゃ、次の動画で。またね。